星の王子様に出てくるバオバブの木。なぜ王子様はあれほどまでに恐れていたのか。そしてなぜ羊を欲しがったのか。そこには人生を壊すあるものへの作者サンテグジュペリからの警告が隠されています。Today's ドクタケ。そんな。あれ、やばい、これパオバブじゃないか。放っておくと地球が危ない。まさか。いや、俺星の王子様で読んだんだ。パオバブを放っておくと大変なことになるって。じゃあドクター K に相談しよう。グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。いえ、現実のバオバブはちっとも危険なものではありませんよ。そうなの？騙された。騙されたわけじゃないでしょ。ねえドクター K、じゃあ物語でのバオバブは何を意味しているの？はい、では解説しましょう。バオバブの木の深い意味。バオバブは王子様の星を根っこで引き裂いてしまう恐ろしい存在として描かれています。放置された悪意や怠け心の象徴。バオバブの目は藁の目と非常に似ており、小さいうちは見分けがつきません。これは日常に潜む小さな悪い習慣や怠け心、責任を放置する心、あるいは心の中に芽生える憎しみやエゴを意味します。小さいうち、目の内に気づいて摘み取らないと、手遅れになって自分自身星を破壊してしまうという内面的な規律の大切さを表しています。これ現代ならやらなきゃならないこと先延ばしにして、ついスマホばっかり見て SNS で人と比べて嫉妬したり落ち込んだりしてしまう状況と重なるね。もう一つの解釈、第二次世界大戦下の人体主義の暗喩。作者サンテグジュペリが本書を執筆した当時の世界では、ナチズムやファシズムといった巨大な思想が広がっていました。それもまた小さな種から始まり、世界を壊すほどに成長したパオバブだと考えられています。責任の重要性。王子様は毎朝バオバブの芽を抜くことを日課としています。これは自分の愛するものバラを守るためには、自分の中の悪い部分を常に管理し、責任を持つ必要があることを示しています。そうだったのか。そういえば王子様は羊を描いてとパイロットにお願いしていたな。あれ、パオバブ食べるかが重要って言ってたな。それにも深い意味がありそうね。なぜ王子様は羊を欲しがった？王子様が羊を求めたのは単に可愛いからではありません。羊が意味するものは優しさ、穏やかさ、純真な想像力です。しかも王子様が気に入った羊は大人が見ればただの箱です。箱の中の見えない羊をいると信じられること。それこそが大人になると失ってしまう力なのです。大事なことは目に見えないってことだな。それはバオバブの芽を食べさせるため、物理、心理的防衛。王子様の星では、バオバブが星を爆発させるほど巨大化してしまう危険がありました。そのため、バオバブの芽を食べてくれる、イコール早期に悪を取り除いてくれる存在として、純粋な想像力や優しさが必要だったのです。バラを守るための安心。王子様は愛するバラを羊が食べてしまうのではないかと心配し、最終的には口輪を羊につけることを条件にしました。つまり羊は必要の悪い芽バオバブを食べてくれるが、愛する存在バラは壊さないという管理された防衛手段のシンボルとも言えます。想像力の共有と絆。最初は飛行士、大人が描いた羊をそれじゃないという王子様。最後に飛行士が描いた箱の中の羊を見て、王子様はこれだと喜びました。これは外見、目に見えるものにこだわらず、内面、目に見えないものを理解する。子供の心を二人が共有できた瞬間であり、
信頼関係を築くための重要な要素でした。誰しもが持つバオバブの目。あんなに重心な王子様の心にもバオバブの種があったってこと？そこはとっても重要な部分です。人間には誰にでも悪になる種が心の中に潜んでいて、いつ芽を出すかわからない。だから日々気をつけて、その芽が出たら小さいうちに摘み取ってしまわなければならないと。サンテグジュペリはこの星の王子様で訴えていたのです。俺、普通に読み飛ばしていた。めちゃ深かった。なあ、俺の中にもあるのかな、バオバブの種。ええ、誰の中にも。ところでドクタリさん、ずっと間違えてますけど、バオバブじゃなくバオバブです。こけた。いかがでしたか？グッドボタンを押してくれたら嬉しいです。コメント欄であなたの考察や感想も聞かせてください。君の心にはすでにバオバブの芽は生えてないだろうか。その目に気づけたなら、きっと君は大丈夫。僕らがそれに気づけたなら、まだ間に合うはずだから。なんと仲間になりたそうにこちらを見ている。お願い、ドクタキさんを仲間にしてあげて。チャンネル登録お願いね。